はい、こんにちは。今日はね、リモコンやっていきたいと思います。レーザーを使って遠くのものを動かしたいってところなんだけど、今回使おうとしてた小さい方の古代のレーザーがね、あれ、いくら探しても見つかんないと思ってたら、これ前回の映像なんだけど、作業してる途中で消えてなくなっちゃってたんだよね。まずこれ何が起きてるのかというと、設計図で物を作るときには範囲内のものを消費して物を生成するんだけど、この時どうも小さいものが優先して消費されるみたいで、小さいレーザーを消費して大きいレーザーを作っちゃってます。で、この消費は物の重量で差し引きされるんだけど、この小さい方は 1.5 キロで、大きい方は12キロなので、大きい方を生成するために小さい方を4つ消費して6キロ。これだと材料として足りないので、さらに大きい方から6キロが消費されて、これでレーザー銃を生成してます。で、普通の資材だったらこれで余った6キロの物体が余るんだけど、6キロのレーザーなんていう資材はこの世界に存在しないので、この分が世界から消失したってな結果になってます。これね、最悪この直後にでも気づいとけばもっぺんやり直せばいいだけだったんだけど、気づいたのがこの後の作業をいろいろやった後って約3時間後だったんだよね。さすがにその作業をなかったことにする方が辛いので、このまま進めるんだけど、小さいレーザーなしでどうするのかというと、ありましたよ。なんとかできる方法が。ということで、行ってみましょう。まずクリエイティブモードで作業しながらお話しするんだけど、さっき言った通り小さいレーザー4本分が失われてるのは覆しようのない事実なので、これからやるのは苦肉の策です。で、さっき言った通り小レーザーが大レーザーの材料になるなら、大レーザーも小レーザーの材料になるはず。この場合、波数は切り捨てされることも分かってるんだけど、大レーザーは12キロで小レーザーは 1.5 キロということは、大レーザー1個で小レーザーを8個作れるはずってな発想で、今やってるのは小レーザー8個をくっつけた設計図。クリエイティブモードでこれを作った後で、はい、ノーマルモードに戻ってきました。ここでさっきの設計図を元に生成すると、よし、小レーザーをゲットできました。って言ってもね、最初に言った通り失われた4つが戻ってきたわけではなくって、大レーザーを分解しただけなんだけど、8個もゲットできたので、ひとまずめでたしめでたしってことにしときます。とにかくここから小レーザーの挙動を確認していきましょうか。まず前回のレーザー銃の小レーザー版を作ってみました。大レーザーと違って
ダメージが入らないところまでは前回確認済みなんだけど、これで劣化版レーザー銃の出来上がりです。で、実験装置としてはただのモーターを用意しときます。電気が通ればこれがくるくる回るはずなんだけど、直接モーターに当てても動かないな。ここで必要になるのがソーラーパネル。こいつは太陽光を受けると勝手に発電しちゃうので、ちょうど影になるように取り付けといて、ここにレーザーを当てるとモーターが回りますね。ただこれ大量の電力を流してるはずなんだけど、モーターがゆっくりしか回ってないというか、ちゃんと電池を消費してないあたり、大量の電力は流れてないですね。ちょっと配線が間違ってるんじゃないかと思って見直したりしてみたんだけど、シンプルな仕組みで試してみてもこれで強い電力が流せると思ってたんだけど、小レーザーの消費は一定みたいですね。これは私が勘違いしてたみたいなんだけど、ということは複数使えば電力が上がる？これで試してみると上がってますね。これ動作確認でモーターを使ってるので正比例で回転数が上がったりはしないみたいなんだけど、強くなってることだけは分かりますね。ちなみに強いレーザーを出すなら大レーザーを使えばいいんじゃないかってな発想自体は正解で、確かにこれで強力な電力は届くんだけど、これ問題になるのが前回やった通り攻撃力が高くなるので装置を破壊しちゃいます。なので小レーザーが欲しかったって話なんだけどね。はい、基本的な動きが確認できたところで一遍お家まで帰ります。ここまでの確認で遠くに離れたものを動かすっていうのは実現できてるので、これを応用して実際に簡単な仕組みを作ってみましょうかね。で、さっきの場所には他の荷物とかサイドカーとかが置きっぱなしなんだけど、その話は一遍置いといて、よし、お家に帰ってきました。で、今回やりたいのはライト。これラッチ回路でオンオフできるような仕組みを使ってるんだけど、これをリモコンで操作できるようにしたい。で、このパネルはもともと乗り物用に作ったやつを移植してるんだけど、この際ちょっと作り直しましょうか。仕組み自体は水上スクーターの回で解説してるので、細かい説明はそっちの動画を見ていただくとして、トリガースイッチを使ってた部分にソーラーパネルを埋め込んで、そこから通った電力でトランジスタをコントロールするようにしてます。で、これソーラーパネルを使ってるので太陽光が当たると誤作動するんだけど、家の中で影になる場所なら問題ないですね。あとリモコンは単純にレーザーが発射できさえすればいいので、電池よりも軽いコンデンサを使います。蓄電量は少ないんだけど、とりあえず問題なさそう。あとトリガースイッチが細くてつかみにくいので、
4本束にしてつかみやすくしました。これで試してみると、ちゃんとオンオフが切り替えれますね。ただ実際に使ってみるとリモコンがないと操作できないっていうのも不便に感じたので、やっぱトリガースイッチもつけときましょうか。これでリモコンが見つからないときは手動でも操作可能です。仕組み自体はこれで完成と言ってもいいんだけど、ちょっとね、周りが明るいとライトのありがたみが感じられにくいので、夜になるのを待ちながら時間つぶしでお片付けでもしときましょうか。ちなみにさっきは歩いて帰ってきたのと、到着した時にすでにいくらか荷物が置いてあったんだけど、これは空いてる時間で何回か歩いて持ってきてました。で、何往復もしたのかというと、そういうわけではなくって、あっちに蘇生装置を置きっぱなしにしてるので、自滅するとあっちに帰れます。つまり片道分歩くだけで済むので、実質2倍速ってな算段です。リスポーンで荷物を持ち帰ることはできないんだけど、持っていくことはできるっていう使い方ですね。とかなんとか言ってるうちにいい感じに日が暮れてきたかな。これでリモコンを使ってみると、動作自体はさっき確認した通りなんだけど、周りが暗いとライトのありがたみが際立ちますね。とにかくこれでリモコンを使った仕組みが出来上がりました。ということでリモコンやってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。今回は簡単な仕組みみたいな感じでやってみたんだけど、この辺はいろいろと応用できそうですね。で、小レーザーを復元するために大レーザーを犠牲にしちゃってるんだけど、これ途中しれっとやってる通り、逆にこの8つが揃ってさえいれば大レーザーを復元することもできます。もともと大レーザーを使ったものは当面予定してないんだけど、どうしても必要な時には復元可能ってことですね。で、お家の家電でまだ作りたいものがあって、これ家を作る時に保留したやつなんだけど、次はこれを作ってみようかな。ということで次回はシーリングファンやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。